情報処理安全確保支援士の次の問題です。AES に関する問題ですね。AES はどのような種類の暗号アルゴリズムに分類されますか？ 1、公開鍵暗号方式。2、共通鍵暗号方式。3、ハッシュ関数。4、電子署名方式と書いています。それでは皆さん、1、2、3、4、どれが正解でしょうか？この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント。エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ。以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。では答え見ていきましょう。答えはこちらです。2、共通鍵暗号方式が正解ですね。これは皆さんどうだったでしょうか？ AES は共通鍵暗号方式ですね。もう一問いきましょう。練習問題です。AES が一度に処理するデータの単位、ブロック長は何ビットと定められていますか？ 1、64ビット。2、128ビット。3、256ビット。4、可変。鍵の長さに依存すると書いています。1、2、3、4。皆さん、どれが正解でしょうか？このあたりの知識って少しごちゃごちゃになりやすいですよね。なので、これを機会にぜひ一緒に情報を整理してください。正解を発表します。正解はこちらです。2、128ビットです。はい。では、AES について一緒に勉強していきます。ここでは AES について解説していきます。まず左側の図をご覧いただいて、AES っていうのは共通鍵暗号方式ですよね。共通鍵暗号方式は図にありますけれども、暗号化と複合に全く同じ鍵を使う方式が共通鍵暗号方式ですよね。例えるなら家のドアの鍵と同じですと言われたりしますよね。閉めるときも開けるときも同じ鍵を使います。非常にシンプルで効率的な暗号方式ですよね。で、右側のイラストを見ていただくと、ブロック暗号という言葉が出てきています。AES はブロック暗号に該当しますよね。ブロック暗号というのは、一定の長さに区切ったブロック単位で処理をする方式のことをブロック暗号と言います。そして AES の場合は、この区切る長さ、ブロック長と言いますけども、ブロック長は128ビットで固定になっています。なので、128ビットずつの箱に詰めて処理をしていくというイメージですね。そして、この AES が今もメインで使われているんですけども、どうしてこれほど普及しているのかというと、一つはやはり安全性が高いということですね。現実的な時間内で解読することは、現在ほぼ不可能であると言われるほど強固なものになっています。そして処理が高速なので、コンピューターにとって計算しやすいアルゴリズムになっているということですね。なので、性能と信頼性を兼ね備えた共通鍵暗号方式の決定版として、現在でも AES は広く使われている存在です。まとめます。AES は128ビット単位で処理するブロック暗号の一種です。そして高速でかつ安全に使える共通鍵暗号方式として今も広く使われていますということですね。ということでまずは AES はブロック暗号でブロックは固定なんですよというお話をしました。じゃあ実際にどのような問題が出ていたのかを一緒に挑戦しましょう。実際の問題はこちらです。令和3年春問い7。イストが制定した AES における鍵長の条件はどれですか？あ、128ビット、192ビット、256ビットから選択する。い、256ビット未満で任意に指定する。う、暗号化処理単位のブロック長よりも32ビット長くする。え、暗号化処理単位のブロック長よりも32ビット短くする。と書いております。答えはこちらです。あ、
128ビット、192ビット、256ビットから選択することができます。先ほどは AES のブロック長についての話でしたけど、この問題は鍵長についての話ですよね。はい。ブロックの大きさは128ビットで固定とお伝えしましたけど、鍵長に関しては128ビット、192ビット、256ビットから選択できます。ブロック長と鍵長は別なので、その違いをしっかり整理しておかれるといいと思います。ということで、ここでは AES の鍵長についてのお話です。AES で使える鍵長の長さは、128ビット、192ビット、256ビットの3種類のみと決まっています。使い分けはセキュリティのレベルに合わせて分けるようなイメージですね。はい。セキュリティ強度を高くしたければ256ビットを使うと、よりセキュリティ強度は高まりますが、その分、処理をする負荷がかかってしまいますので、そのあたりは自分たちのセキュリティポリシーに合わせて使い分けていただくと。もちろん128ビットでも十分なセキュリティ強度を保つことができるので、128ビットでも問題ありませんが、よりセキュリティ強度を高めたいっていう場合は、192ビットとか256ビットとか、そういった選択肢は用意されているということですね。なので、これ以外の、例えば200ビットの鍵長を利用したいとか、そういった中途半端な鍵長は使うことができませんよというところはご認識ください。ということで、ここまではですね、先ほど勉強したブロック長と鍵長の違いについてお話ししました。はい。整理すると、先ほど勉強したブロック長は AES の場合は128ビットで固定です。ただし、鍵長は3種類あります。128ビット、192ビット、256ビットですね。はい。この2つの違いをしっかり覚えておきましょうということになってます。本日の動画は以上です。お疲れ様でした。IT の勉強は難しく大変なこともあると思いますが、完璧を目指さなくて大丈夫です。以前より少しだけ成長した自分を楽しんでいきましょう。そして、マサルの勉強部ではオンラインコミュニティを運営しています。オンラインコミュニティでは、Discord で会話をしながら実施するメンバー限定の勉強会、年代、業種の異なるメンバーとの交流や情報交換、お得な割引情報やメンバー限定のオフ会など、YouTube だけでは得られない学びの機会をたくさん用意しています。オンラインコミュニティは YouTube のメンバーシップ、オンラインコミュニティに参加するプランを選択していただいて、Discord と連携すると参加できるようになります。もっと深く勉強したい、一緒に頑張る勉強仲間が欲しい、そういう方におすすめのサービスになっています。皆さんのご参加お待ちしています。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。